今回は、アセンブリーワークベンチについて紹介します。アセンブリーワークベンチは、部品の組み立てに使用するワークベンチです。今回紹介するのは、アセンブリーを作成、コンポーネントを追加、固定ジョイントを作成、回転ジョイントを作成の4つです。最初に組み立て部品を紹介します。部品は3つのボディより構成されます。ボディ台は、左右、前後に直径 10mm の穴を開けたもので、ボディ円柱は、直径 10mm、高さ 20mm で、T バーは、T 字型に円柱を組み合わせたもので直径は 10mm としています。部品は、このように3つのボディに分けて作成しました。それでは、アセンブリーワークベンチに切り替えて組み立てを行ってみましょう。最初に組み立てを行う場合は、アセンブリーを作成コマンドを実行します。すると、このようにモデルにアセンブリーオブジェクトが追加されます。最初に部品を非表示としておきましょう。この状態で、アセンブリーを選択しコンポーネントを挿入をクリックします。この画面が表示されたら、最初に土台となる台を選択します。すると、この部品を固定するかどうか聞いてきますので、イエスで動かないようにします。すると、鍵印が表示され、ドラッグしても動かなくなります。この状態で、さらに円柱と T バーも追加しましょう。コンポーネントの追加は、複数行うことができます。円柱をもう一つ追加してみましょう。コンポーネントの追加が終わったら OK で決定です。それでは、追加されたコンポーネントを用いて組み立て作業を行っていきましょう。台の穴に円柱をはめ込んでいきます。最初に、固定ジョイント作成コマンドをクリックします。こちらの円柱を穴に固定していきます。円柱の下のエッジを選択します。そして、固定する側の台の穴のエッジをクリックします。すると、このように円柱が穴に固定されました。この状態では、円柱の仮面と穴が接触した状態となっていますので、オフセット値を調整して、円柱を台の内側に移動していきましょう。穴の深さは 5mm なので、オフセット値も 5mm に合わせましょう。これで OK して、固定ジョイントが完成しました。同様に、こちらの円柱も穴に固定していきましょう。固定ジョイントを作成ボタンを押します。そして、円柱の仮面のエッジを選択します。次に穴のエッジを選択すると、このように円柱が穴に固定されます。そしてオフセット値を調整し、5mm 下に移動します。これで OK を押して完成です。それでは、こちらの T バーも行ってみましょう。固定ジョイントを作成ボタンを押します。そして、T バーの仮面のエッジを選択し、穴のエッジを選択します。次にオフセット値を調整し、5mm T バーを下方に移動します。これで OK で完成です。このジョイントは固定ですので、このようにドラッグしても回転しません。そこで、回転ジョイントを試してみましょう。それでは、アセンブリーを選択して、コンポーネントを追加します。T バーを追加します。追加された T バーを回転ジョイントで結合してみましょう。回転ジョイントを作成ボタンを押します。そして、穴のエッジと T バーの仮面のエッジを選択します。そして、オフセット値を調整して、T バーの位置を下方に 5mm 移動します。これで OK して決定します。このように、回転ジョイントで結合すると、この部品をドラッグすると回転することができます。次に、
複数のドキュメントに分かれた部品を使用して、組み立ててみましょう。最初に部品が保存されたファイルを開きます。こちらのドキュメントは、ボディで部品を作成しています。また、こちらのドキュメントではパーツより部品を作成しています。この2つを用いてアセンブリーワークベンチで作業を行ってみましょう。新規にアセンブリーを行うドキュメントを追加します。そして、このドキュメントに名前を付けて保存しておきます。このファイルを表示したら、アセンブリーワークベンチを選択し、アセンブリーを作成ボタンを押します。これでアセンブリーのルートが作成されました。次にコンポーネントを追加していきます。まずはベースとなる台を追加します。土台部品により、このパートを選択します。そして Yes をクリックし、土台として固定します。そして、組み立て部品1より円柱、T バーを、そして組み立て部品2よりピンを追加していきます。それでは、これらの部品を使用して組み立て作業を行ってみましょう。固定ジョイントを作成ボタンを押して円柱を固定していきます。円柱の仮面のエッジと穴のエッジを選択し固定ジョイントを作成します。そして、オフセットで位置を調整します。そして、OK で決定です。次は T バーを回転ジョイントを作成で組み立ててみましょう。まず、T バーの側面を選択します。そして、穴の側面を選択すると、このように両者が結合されます。そしてオフセット値を調整し位置を決めます。これで OK すると完成です。こちらのピンも、回転ジョイントで結合してみましょう。今度はこちらの穴に結合してみます。ピンの側面をクリックするとこのように結合されました。あとはオフセット値を調整し OK で決定です。回転ジョイントで結合された部品は、このようにドラッグすると回転することができます。このようにアセンブリーワークベンチでは、複数のドキュメントからの部品コンポーネントを使用して組み立てることができます。